ねえミオ、私たち何を待ってるの？さあ、シマム、そろそろ教えてくんない？みんな揃うまで秘密です。そろそろ来ると思うから待ってましょう。お疲れちゃーん。ゆいゆい、やっほー。大月ゆいちゃんだっけ？お疲れ様。ゆいでいいよ。ところで今日は何のよ？みんなで遊び行く感じ？あ、違うんです。あともう一人来るので待って。お待たせしました。あ、はるにゃー、待ってたよ。どうも、はるにゃーこと上条はるなです。ごめんなさい、遅れちゃって。話せば長くなるんですけど、メガネを選ぶのに手間取って。長くないし。っていうか、そもそもメガネって選ぶのに手間取るものなの？なんとりんちゃんはメガネ選びの奥深さをご存じない。これはちゃんと教えてあげなければ。今日ってメガネトークするために集まったの？マジか。ああ、違う違う。シマム、今日の目的は？言ってもいいですか？今日みんなに集まってもらったのは、私たち歌を歌うんです。おー！で、そりゃアイドルだから歌うよ、シマム。私たちでってこの5人ってこと？そういうことです。マジで？うちら5人？いいんですか？おお、ソロでもユニットでもない感じで新鮮だね。で、何を歌うの？お願いシンデレラとか？スターとか届けアイドルもいいよねと思いますよね。なんと今回歌う曲はスノーウィングス新曲なんです。新曲！新しい曲って書いて新曲？しかもみんなと一緒にですか？プロデューサー、マジで？ほーん。私たち5人で新たにユニットを結成するの？なるほどね。代表か。気を引き締めなきゃ。ついにゆいにもスペシャルなステージで歌う機会来ちゃった。代表、それって責任重大じゃないですか？貴重なメガネ枠をいただいてしまった。大丈夫大丈夫、私たちもついてるし。ゆいゆい、はるにゃ、一緒に楽しんでいこう。一緒にとびっきりのウィンターソングを歌ってクリスマスのスペシャルステージを盛り上げましょう。はい、上条はるな、このメガネにかけて全力を尽くします。オッケーオッケー。てか、クリスマス？もうそんな季節だっけ？シマムシマム、今回の曲はクリスマスが関係あるのかい？そうなんです。歌うのはクリスマスにぴったりのウィンターソングですよ。おお、少し早いクリスマスプレゼントだね。素敵なメロディーなんですよ。へえ、うずきはもうデモを聞いてるんだ。
プロデューサー、私にも聞かせてくれる？みおちゃんにも。ゆいにも。私にも。じゃあみんなで聞きましょう。これから一緒にステージに立つ仲間なんですから。新曲か。私たちが歌わせてもらえるなんて。二人とも一緒に頑張ろうね。ねえねえ、みおちゃんみおちゃん。なんだね、ゆいゆいちゃん。今回ってユニットってわけじゃなくって、このプロダクションの代表として歌うんだよね。なんでゆいたちが選ばれたのかな。それは確かに気になりますね。私自分で言うのもなんですけど、メガネアイドルってニッチな市場かと思っているんですが、そこの理由はわからないけど、2人の歌を聴きたいファンがいるからっていう理由ならどうかな。やっぱそう。ゆいのファンはグラビアだけじゃ我慢できなくなっちゃったのかな。メガネが理由じゃなかったんですかね。はるなちゃん、そこショックなん？ショックっていうか、まあショックですかね。ほら、私ってゆいちゃんやみおちゃんみたいに派手な感じでも花があるタイプでもないんです。それは自覚してるんですよ。だから注目を浴びるところが似合わないのも分かってます。だからこうして抜擢されるのは自分が一番驚いてて、アイドルやってるのに変な話かもしれないんですけど。まあそれで言うと超変だよね。でもいいんじゃない？このプロダクションにはアイドルがたくさんいるから、そういう子も多少はいると思うし、いたっていいんじゃないかな。そうだよ。普通な子10人の中に変な子1人だったら浮くけどさ、変な子が100人いたら全然浮かなくない？なるほど。なんていうか超前向きですね。だって何事も楽しく考えた方がいいじゃん。そうそう、なんたってクリスマスだよ。幸せな気分の方がいいに決まってるじゃん。そうですよね。わかりました。本番のステージまでレッスンに全力出していきます。お、やる気だね。そう言うと思ってレッスンルームの一つを千尋さんに押さえてもらったんだ。プロデューサーにも伝えてあるから、クリスマスステージまでいつでも使えるよ。なんと準備がいい。つまりレッスンし放題ですね。みおちゃん手際いい。でもリーダー的なお仕事大変じゃない？いいの慣れてるから。それに2人にはレッスンに集中してもらいたいしね。みおちゃん、ありがとうございます。じゃあその感謝の気持ちを込めてまずは仲良くなるために遊びに行こう。ちょっとゆいちゃん、だってみんなともっと仲良くなりたいじゃん。みおちゃん、今はるなちゃんとレッスンしてるみたい。順調だよって。そっか。いちいち連絡よこすなんてミオは律儀だね。でもよかった。ミオがいるならはるなもダンスを覚えるのがはかどるかもね。みおちゃん教えるの上手だから。
ちゃん、ランプ消えたよ。終わったかな。入ってみようか。ゆい、お疲れ様。レコーディング終わった？ようやく終わったよ。もうヘトヘト。超時間かかっちゃった。確かに結構かかってたみたいだね。ゆいちゃん、お疲れ様でした。歌ってみてどうでしたか？いい感じだった。でもなんかこういうレコーディングって慣れてないから、やっぱそこそこ大変だったかな。へえ、どのあたりが大変でした？さ、ソロだったら一人でずーっと歌うじゃん。でもユニットだとパート分けとかあるじゃん。ゆい、そういうのってあんま知らないからさ。確かに慣れないと戸惑うこともあるよね。私たちは多少慣れてきたけど。でもスタッフさんとも楽しくできたし、オッケーオッケー。これからみんなで歌うのが楽しみですよね。だよね。やっぱ歌うお仕事もしたいって言っててよかった。そっか。ゆいはグラビアとかの仕事が多かったんだっけ？そうそう、ゆいモデル系らしい。でもこの日のために特別レッスンしまくっててよかった。特別レッスン？どんなレッスンをしてたんですか？聞きたい？はい、聞きたいです。じゃあその秘密のレッスン場にみんなで行こっか。行くってプロダクションに併設してるレッスンルームじゃないの？行けばわかるよ。季節はもう冬って感じだよね。イルミネーションってキラキラしててよくない？ほんとキラキラしてて素敵ですよね。うん。で、ゆい、私たちどこに向かってるの？もう着いたよ。で、ここはカラオケですか？ああ、なんだ。特別レッスンってそういうこと。そうそう、歌の練習ならやっぱここだよね。りんちゃん、そんながっかりしなくてもいいじゃん。じゃあせっかく来ちゃいましたし、練習していきましょうか。うずき？お、うずきちゃん案外ノリいいじゃん。じゃ決定。店員さん、3人フリータイムでお願いします。もう仕方ないな、ゆいってば。でもなんだか憎めないところがミオに似てる。ですよね。じゃあ私たちも練習しに行きましょう。いやー、街はもうクリスマス気分ですな。みんな好きだよね、こういうイベントごと。だって楽しいじゃないですか、クリスマス。まあ楽しくないわけじゃないけど、クリスマスって大体当日よりそれまでの方が盛り上がってるイメージだからさ。当日だってパーティーしたりプレゼント交換したり楽しいこといっぱいあるじゃん。ですね。うちは毎年ママが1羽丸ごとのチキンを焼くんです。2人はそういうのってないかな？
何かあったかな。うちは兄弟が朝からプレゼントを開けてワイワイ騒いでるな。弟がプレゼントでもらったゲームを一緒になって一日中遊んでたりとか。いいですね、そういうのって。兄弟で仲良くって楽しそう。じゃありんちゃんはどうかな。クリスマス当日はバラを。バラ？シブリン、ついにバラが似合う女に。ああ、いや、クリスマス前に入荷するの。バラをたくさんね。それを花専用の冷蔵庫に運んだり手伝いをしてて。冗談みたいに思われるかもしれないけど、クリスマスにバラなんて買う人が本当にいるんだなって幼心に思ったかな。へえ、バラの花束を持ってデートなんて素敵ですね。素敵？私だったらちょっと引くかな。売ってる側なのにそんなこと言っちゃうんだ。でもまあ実際のところ照れるよね。クリスマスにバラの花束なんか持ってこられたらさ。もしプロデューサーが持ってきたら？ないね、プロデューサーが花束。いや、一周回ってありかもしれない。すごいバッチリ決まって似合うかも。スーツにバラの花束似合うかもしれませんよ。いや、絶対似合わないと思うな。じゃあプロデューサーにお願いしてみる？当日には花束持ってきてって。ついでに素敵な白いスーツを着てもらったりして。ちょっと、そんなの冗談にしかならないって。でもさ、やっぱりパーティーの前にこういうこと考えてるのが一番楽しいよね。ですね。はあ、クリスマス当日も楽しみだな。ついにステージ。はるにゃ、緊張してる？そうですね。それはもうガチガチに。そんなに緊張してたら実力が出し切れないよ。もっとリラックスしたら？そうですよね。でもリラックスなんてどうしたら。じゃあシブリン先輩、リラックスの方法を教えてください。ないけど。ないんかい。どういうことですか？リラックス方法がないって。私は緊張するのも自分の力量の一つだと思ってるから。だからその緊張と向き合うことも必要だと思って。ちょっとストイックすぎるよ、シブリンは。すごいですね。まるで鉄の女ですね。そこまで言わなくたって。でもシブリンのいいところは、自分はそうやって緊張と向き合っててもハルニャーたちにはリラックスしたらって言えるところだよね。そうですね。実は優しいんですね。ツンデレですね。ついでにメガネをかけてツンデレメガネになってみませんか？属性は多い方がいいって言いますし。はあ、いや、メガネはいいけど。春菜もいつものペースに戻ったみたいだね。だね。
これがりんちゃんの優しさ。私だけじゃなくてミオもだよ。誰より緊張するくせに他人のことばっかり気を使うタイプだから。ちょっとシブリン、それは恥ずかしいからいい子なしだよ。お二人とも優しいんですね。ちなみにみおちゃんの緊張解消法は何ですか？シブリンをからかってシマムーに癒されること。ほんと、私をそうやって利用するのやめてよね。なるほど。互いにコミュニケーションをとっていることが何よりの緊張解消法なんですね。一人では耐えられないことでもみんなとなら頑張れるからね。だからゆいゆいもはるにゃんも何かあったら私たちに何でも話してほしいな。うん、力になれることがあったら言ってね。はい。あともう一つ緊張解消法があったよ。聞きたい？もちろんです。どんな方法ですか？客席をちょこっとだけ見に行くんだ。すると楽しそうに待ってるファンのみんながいるでしょ。そのファンの気持ちになってみる。すると私も私たちのステージを見てみたくなるんだ。ワクワクして楽しみな気持ちでいっぱいになるんだよ。そんな上級テクニックが。私もちょっと見てきます。あ、いや、まだ入場時間始まってないから。そんな。いやー、最初にお話をもらった時はどうなることかと思いましたけど、終わってほっとしたような、寂しいような。はるなちゃん緊張してましたもんね。でもステージでは精一杯頑張ってたの、ファンのみんなには伝わったと思いますよ。そうですか？いやー、うずきちゃんにそう言ってもらえると安心です。あ、でもほんと皆さんには感謝してるんです。りんちゃんもみおちゃんもたくさんアドバイスをくれたりして助かりました。だよねー。やっぱ3人のチームワークすごかった。ゆいたちもやりやすいように動いてくれたし一緒にステージに上がる仲間だったら当然のことですよ。嬉しいですね。その気持ちに何かお返しがしたいくらいです。そんなお返しなんていいんですよ。仲間じゃないですか。だよね。とはいえはるなちゃん、お返しするなら何あげる？やはりここは私といえば、もしかしてメガネですね。出たー。そんな本当にいいんですよ、お返しなんて。そう言わず、まあまあメガネどうぞ。はあ、ありがとうございます。でも私視力は普通なんですけど。メガネは心でかけるものです。視力がどうとかは関係ないんですよ。はあ、はるなちゃんが語るとさ、謎の説得力あるよね。ならばゆいちゃんもお一つかけていきませんか？ゆい、パース。パスってもしかして不快にさせちゃいましたか？たまに冗談の域を超えちゃうの私の悪い癖で。ゆいは友達にもらったメガネがあるからそれ以外はかけないって決めてるんだ。へえ。ちょっと古めのデザインのやつですか？
ウェリントン型のフレームメガネですか？そうそう。だから春菜ちゃん、ゆいに何かプレゼントするときはメガネ以外でお願いね。そんな、皆さんへのクリスマスプレゼントはメガネしか考えていなかったのに。ごめん。春菜ちゃん、私たちはメガネでもいいですから、りんちゃんもみおちゃんも喜びますよ。ありがとうございます。しかし私より先にゆいちゃんへメガネを勧めている人がいたとは。何やら因縁めいたものを感じますね。やっぱそこなんだ。春菜ちゃんってなんていうか、なかなか個性的だよね。ほんと個性的です。メガネにかける情熱もすごい。いやいや、メガネを取ったら無個性の塊なんですよ、私。本当に本当に本当ですから。それじゃあみんな準備はいいですか？せーの、クリスマスステージお疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様でした。でもちょっとだけ残念ですね。何が残念なの？クリスマス当日はお仕事で、終わってからクリスマスパーティーなんて。まあアイドル的にはよくあることだけどね。お仕事に呼んでもらえるだけで嬉しいからいいんですよ。クリぼっちじゃなくってよかったじゃん。クリぼっち？クリスマスに一人ぼっちの意味らしいよ。なるほど。二人とも聞こえてるよ。でもクリスマス後のクリスマスパーティーはやっぱり少し寂しいですよね。プロダクションのみんなのパーティーはもう終わってますし。それにさ、クリスマスのプレゼント交換も終わっちゃってるんだよね。残念すぎる。まあまあいいじゃないか君たち。私たちは誰よりも素敵なプレゼントをもらったんだから。ミオそうですね。待って、なんでそれだけでりんちゃんもうずきちゃんもわかるみたいな顔してんの？ゆい、わかんないよ。ねえ春菜ちゃん。ちょっとわからないです。私たちプレゼントなんてもらいましたっけ？私たちはクリスマスの前にまずもらいましたね。はい、シマム、何をもらったかな？はい、とっても素敵な曲とそれを歌うステージのお仕事をもらいました。それからステージでもらったのは、はい、シブリン。ファンの歓声かな。何それ、そんなこと言われたらちょっと感動じゃん。そっか、そういう考え方もあるんですね。目から鱗ならぬ目からメガネです。それはよくわかんないかも。自分でもちょっときつかったですね。でもみんなでステージに立てて本当に良かったですね。本当だよね。みんなの代表としてスノーウィングスを歌わせてもらえたのも嬉しかったよね。ソロでもなくてユニットでもなくて新曲で
今までにないことだったけど、またこういう機会があったりするのかな。あったらいいよね。みんなの歌ももっともっと聞きたいし。そうなったらいろんなアイドルがいろんな組み合わせでステージに立てたりするんでしょうか。私の悲願メガネユニットもいつか。それはプロデューサー次第なんじゃないかな。きっとプロデューサーさんならまた素敵なプレゼントを持ってきてくれますよ。これまで以上に働いてもらわなきゃね。で、そのプロデューサーちゃんはどこ行っちゃったん？わかりました。メガネが決まらなくて遅れていますね、きっと。それは春菜だけだから。じゃあネクタイが決まらなくて遅れてるとか？いやいや、シマムも乗らなくっていいから。まあそのうち来るんじゃない？じゃあそれまでは私たちだけで楽しもうか。私たちだけでならガールズトークしよう。まずは言い出した子ってことでりんちゃんから。お、これは面白そうな流れが来た。シブリン、女子っぽくトークしようね。私はそういうのいいから。ほら、うずき喋ったら。私今日はりんちゃんのお話聞きたいです。恥ずかしくて喋れないならメガネかけますか？いろいろ取り揃えてますよ。いや、それはちょっとわかんないし。ほらほら早く。もうプロデューサー早く来て。